皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の軍拡の勢いを示している新しい空母についての解説とともに、その空母がなぜこのようにできてきたのか、その政治的な背景についての解説を行っていこうと思います。この動画を見ることによって、まず中国の空母についての基礎的な知識を得るとともに、なぜそのようなことが起こっているのか、状況、その背景についての理解を深めることができるでしょう。というわけで、まずは空母についての解説をしておきます。今回作られた空母は3隻目にあたり、いわば中国にとっては一つの区切りを迎えたと言われています。3隻の空母があることによって、一つの船はメンテナンス、一つの船は実際の任務にあたり、もう一隻は兵士の訓練に専念するといった具合にして、ローテーションを組むことができると言われています。ただし、中国の軍拡の勢いを考えると、今後4隻目、5隻目、6隻目といったものを作るという可能性はまだ残っています。現在保有しているこの空母3隻というのは、必ずしも成熟した設計がされた空母ではありません。1隻目の空母について言えば、中国ではなく、旧ソ連が作ろうとした空母をウクライナが保有していて、配管処理する形で中国へ渡り、それを中国が手直しして完成させるといったかなり紆余曲折がありました。そういった意味では2隻目の空母が中国が自前で設計して建造した船のその最初にあたり、まだまだ多くの課題を抱えていると言われています。そして3隻目である今回浸水した福建について言えば、電磁カタパルト式といって新しい方式を採用しています。これについてもおそらくは多くのトラブルを抱えるだろうと言われています。というのもこの電磁カタパルト式というのは大きな電力を使うリニアモーター式で空母に乗せている飛行機を射出するというものです。アメリカの空母で採用されてはいますが、そのアメリカでさえ安定して稼働させるためにかなり苦労したと言われています。ですから中国がアメリカと肩を並べるような技術を獲得したかどうか疑問符がつくわけです。アメリカの電磁カタパルト式の空母というのは原子力を使っています。一方で中国の空母の動力は原子力ではなく通常のディーゼルエンジンを使っているのではないかと言われていますから、安定した大出力を電磁カタパルトに使うことができるのかといったところもトラブルの原因になるのではないかと言われています。ただし、1隻目、2隻目、3隻目と作ってきて、それぞれがそれぞれおそらくは何かの課題を背負って建造されてきた船でしょうから、この3隻というのは私から見れば、実際に戦闘するためというよりも、今後の中国海軍のいわば標準空母を作るための実験が繰り返されているんだと思います。ですから、3隻の船を作ることによってローテーションが回るんだけれども、このローテーションをする中で空母のための要員というものが要請され、今後建造されるであろう4隻目、5隻目、6隻目といったあたりがおそらくは標準的な空母群として編成されるのでしょう。そういった意味ではこの3隻目作られた福建の持っている電磁カタパルト式稼働がうまくいくかどうかといったものを試すために1年2年は当然時間はかかるでしょうし、そこで出てきた問題点についてどう解決するかといったことを盛り込む形で4隻目が建造されるはずです。そういった意味では3隻目が浸水したこの時期からおそらくは4隻目ができるまでの間というのは時間的に言えば何年かのブランクが発生するはずです。といったわけで現在中国海軍が保有している空母というのは実際の戦力としてはそれほどではないというのが私の見方です。ただしそれはこの3隻というのが中国海軍のその始まりの時期における実験艦の意味が強いと私は見ているからであって、今後じゃあ脅威が高まるのか低くなるのかといえば当然のように脅威は高まると考えています。3隻目のこの福建で様々な問題を洗い出して、そして4隻目の時に安定的に稼働する電磁カタパルト方式といったものを取得することができれば、おそらくはその4隻目というのは戦力としては十分に脅威になるからです。乗せている戦闘機を射出する能力というのが高ければ、大型の戦闘機なども搭載することができ、そのような空母とそれを守る艦隊といったものが生まれるようなことになれば、その周辺海域における圧力というのは非常に高まっていきます。なお空母というのは基本的には空母単体で動くのではなく、それらを取り巻く艦隊といったものを要します。
しかしそのような船についてもおそらくはどんどんと建造が進むと私は見ています。というのも先ほども言ったように3隻目の福建が様々な実験を繰り返している間というのは建造する余力というものが中国側に生まれるわけですから、空母艦隊を構成するための船を建造する余裕というのが中国側に生まれることとなります。それではなぜこのように中国は1隻目2隻目3隻目と次々と空母を作ることができているのでしょうか。その背景についても予算からお話をしていきます。中国がなぜ空母を次々と増やすことができるのか。空母を増やすということは空母を守る艦隊もどんどんと増えていく、つまりお金がかかるということです。そしてそのようなお金がかかる状況といったものを支えているのは当然のように予算がなければなりません。そこで中国の国防費の推移といったものを皆さんにご紹介します。中国は基本的にこれまで経済発展するのに伴って同時に国防費についてもどんどんと積み増してきました。このグラフの最初である2020年、中国の国防費はおおよそ 3.5 兆円から4兆円程度だと考えられています。それが2020年になると日本円で約19兆円、現在の2022年であれば当然のように20兆円はすでに超えているほどの予算の増大といったものが見られます。一方、同じぐらいの年数を見た場合において日本では防衛費はどのような推移をたどっているか見てみましょう。中国においては 3.5 兆円から20兆円を超えるまでに国防費がどんどんと増えてきましたよと言いましたが、じゃあその間日本の防衛予算というものはどうなっていったかといえば、基本的にはほとんど変わっていないとすら言えます。もちろん日本の国内における政治上においては数百億円もしくは数千億円変動するだけで日本国内の世論もしくは野党からの批判というのは防衛予算を数千億円も増やすなんて軍拡も著しいなどというような批判などが出ていきます。しかしそれはあくまでも日本国内だけを見ただけの話であって中国との対比においては圧倒的な差がついています。2000年の頃であれば日本の防衛費の方が多かったのですが、残念ながら現在においてはずっと横ばいもしくは5兆円以下といった時期も長かったことからもわかるように、予算面で言えば中国の方が予算的には4倍以上といったことももはや珍しくないような状況になってしまっているのです。さて、ちなみにこのようにして日本においては防衛費が全然と増えていませんよというのは知っている人は多いかとは思いますが、一方で日本国内においてそのように防衛費にたくさんお金を回すのが難しかったよという事情があることも一つご説明しておきましょう。というのも、増え続ける予算といったものが現実に存在していて、それらが全く止められないといった状況があります。その代表的な予算が増大しているものは社会保障給付費です。これは防衛予算とは全く関係のない話ですが、どこにお金を使うかといったのは非常に大きな話であり、どこかの予算がどんどんと増えているんであれば他の予算を増やすことが難しいといったことは容易に想像できるでしょう。そして社会保障給付費というのは基本的には右肩上がりも非常に激しいものがあります。防衛予算を年間5兆円から10兆円上げますよとなってもものすごい激しい議論が行われるわけですが、こちら社会保障給付費の方であれば2020年頃は80兆円程度だったものが最近では130兆円、さらには2040年頃には140兆円へと支出が増えるだろうと言われています。説明が少し前後しますが、社会保障給付費が一体何なのかといえば、それは年金、医療、福祉、この3つの支出の合計です。中国の軍拡がどんどんと進んできている背景には、当然のようにそれを支える軍事予算の増大といったものが見られます。それに対して日本はずっともう5兆円前後でほとんど波がない状態が続いてきました。ここ最近になってようやく GDP 比 2% を目指す予算額としては10兆円を目指そうという動きが軌道に乗りつつあります。しかしそうした予算増額には必ずのように福祉にかけるお金はもっと欲しいという声の方がより政治的には強い力を持っていることがあります。今回ご紹介したように社会保障給付費というのは基本的には増え続ける傾向にあって、しかもこれを減らそうとすれば国民の多くの人たちが実際苦しむこととなります。
ですから防衛予算を少しでも増やそうという動きに対しては、そんなところにお金をかけるぐらいだったらもっともっと福祉にかけるお金が必要だろうという話にどうしてもなってしまいます。しかしこのことに関して言えば、基本的に私はまずは防衛予算を増やすべきだという主張を行っています。なぜならば、国の安全が守れていないような状況に陥ってしまえば、国の中でどんな政策を行うかといったことははっきり言って二の次にならざるを得ないのです。例えばロシアによるウクライナ侵略といったものがまさに現実としてこの地球上で起こっています。もしもウクライナにおいて社会保障費をどうしようかなというのに頭を悩まして軍事予算をどんどんと減らそうというのははっきり言って意味のない話になるでしょう。まずは戦いに勝たねばならないですし、また抑止力をしっかりと確保することができていたら、あのようなロシア軍の本格的な侵攻を招かなかったかもしれないという議論は当然必要なわけです。しかも日本の場合はロシア、北朝鮮、中国、そして何だったら韓国という非常に周りに危険な国ばかりのような状況ですから、安全保障にはしっかりと気を配り、予算も配置するのを当然と考えるべきです。防衛予算というのは基本的には戦争をするための予算ではなく、戦争を起こさないための抑止力を確保するための予算だと認識をするべきです。そしてもしも戦争が起こってしまったら、その時はどれだけの実際に戦える力を持つかという意味においてもどうしても予算というのは必要なのです。そのような抑止力と、そして実際に戦闘が起きてしまった時の実際の戦闘力を確保するための予算をつけた上で、さあその後で国内の政治、経済や福祉をどうするかといったことを考える順番論というのが私は大事だと思います。ですから防衛予算を増やすなんてけしからんというような政党がもしも存在するのであれば、そのような政党は今とそして未来の日本にとっては危険な存在とすら言えます。一度戦争が始まってしまえば、ありとあらゆるところが戦場になり、ありとあらゆるものが攻撃、破壊される対象となってしまう。そのような現実をしっかりと受け止めた上で、防衛予算は大事だよという話に賛同してくれる人が増えることを私は願っています。というわけで今回の動画はここまで。中国の軍拡というのは予算の増大といったものに支えられて、これまでも整備されてきたし、そしてこの軍拡の勢いというものが止まらないのであれば、中国の空母は4隻目、5隻目、6隻目といったものがいずれは作られ、実験的に作られたこの最初の3隻というものがたとえ戦力にはならなかったとしても、この4隻目以降の実際の戦闘力を得るための糧になると私は見ています。皆さんは中国の軍拡に何を思うでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。